こんにちは。今日はですね、iPhone でしっかりと動画とか写真を撮りたいときに役立つアイテムを紹介します。ポーラープロのライトチェイサーシリーズになります。以前も iPhone 13 Pro の時も紹介したものの最新バージョンになります。今回 iPhone 15 Pro になってプロレスでログ撮影ができるようになったりして編集の自由度もむちゃくちゃ上がってますし、もう本当に高画質な映像が撮影できるようになりました。普段誰もが持っているスマホでいざとなったらもう本当にミラーレス顔負けの映像が撮影できるっていうのはすごく楽しいですよね。ただそれと同時にスマートフォンということで若干形状的に使いにくかったりとか性能的にも制約がありますので、それらをうまく解消してくれるアイテムになります。ではまずどんなアイテムがあるのかお見せしつつ、後半では実際に ND フィルターを使う場合と使わない場合どんな差が出るのか、なんで使った方が良いのか、その辺を実際の映像をお見せしつつ紹介したいと思います。で、早速一つずつ見ていきたいと思います。まず大きく分けるとケースとグリップ、そしてフィルター、アダプターとフィルターになります。ケースは iPhone 15 Pro と Pro Max のものが出ています。で、色は全部で4色出ていて、私のものはこのデザートというものになります。シックな色合いでなかなかかっこいいです。で、素材は TPE とこの黒い部分はポリカーボネートになっています。ボタンもとても押しやすくなっています。フィルターのベース部分は CNC 加工されたアルミ製になっています。で、下の部分なんですがこんな感じでくり抜かれています。サンディスクの SSD、 結構これコネクターが大きいんですが、これも問題なくこの USB-C 端子も挿すことができました。で、今までのモデルに比べるとマグセーフの磁力もかなり上がっています。で、このケースには最初からこれディフェンダーキャップっていうんですが、レンズ部分のカバーがねついてきます。アルミ製の非常に精度の高いものなんですけど、むちゃくちゃかっこよくないですか？で、このレンズ部分っていうのは iPhone 結構出っ張ってますので、ケースつけるだけだと結構不安があるんですけど、これをつけるとね、もう何があっても大丈夫そうな感じがします。そしてこっちはですね、このケースと組み合わせて使うことのできるグリップになります。で、このボタンを押すと上下に広がるようになっています。で、ここを離すと元に戻るんですが、その時にこの上下の部分に爪がついていて、この爪がこのケースのこの穴の部分に食い込むようになっています。むちゃくちゃがっちりと固定されていて、よくあるバネ式のスマホホルダーとかありますけど、あんなのにね20万近いものとか挟んどくの結構怖いことがあるんですけど、そういうのとは全く違う次元の合成感というか取り付け時の安心感です。で、場所も6箇所横にスライドして調整することができるようになっていて、真ん中につけて使うとか右端につけてカメラのグリップのように使うとか自由自在にできます。で、さらに上にはアクセサリーシューがついてますので、マイクとかライトとかをつけることもできます。で、この部分を外すとオプションの Bluetooth のシャッターボタンも取り付けることができます。で、下には4分の1インチの三脚ネジがついています。で、これは去年の iPhone 14 Pro シリーズ用とも共通なので、去年のものを持っている方はそのまま使えると思います。ただ、プロとプロマックスは、当然なんですけど大きさが違いますので互換性はありません。で、スマホってね、結局薄い板なので長時間撮影するとか、変なアングルで撮影するとか、安定して撮影するのってなかなかハードル高いんですけど、このグリップを使うことで普通のカメラのようにしっかりと持って撮影することもできます。で、さらに周辺機器を取り付ける部分がないっていうのもね、スマホの弱点の一つなんですが、そこも同時に解消してくれるのがこのグリップになっています。じゃあ次にですね、フィルター関係見ていきたいと思うんですが、まずは一番ベーシックなものなんですけど、このディフェンダーキャップを外してそこにはめてそのまま使うことのできる UV フィルターがあります。よく普通のレンズでもレンズの保護フィルターとしても使われているようなものだと思うんですが、さっきのこのディフェンダーキャップはむちゃくちゃ丈夫でいいんですけど、頻繁に撮影するときっていうのはいちいちここ外さないといけないので、ちょっと面倒かなとは思うんですが、この UV フィルターであれば、そのまま撮影することもできますし、一応こういう感じでガラス1枚保護になってますので、レンズを守ることもできる、そういうアイテムになっています。頻繁に撮影する方はこれディフェンダーキャップの代わりにつけておくといいかなと思います。で、ここからが本番なんですけど、このケースを購入されるっていう方はおそらく可変 ND フィルターとか PL フィルターなんかを取り付けるっていうことを想定されていると思うんですけど、その方法が全部で3つ用意されています。1つは今手元にないんですが、
このケースと同時に発売された iPhone15 シリーズ用のフィルターを購入して取り付けるということです。今回初めてこのケース、このシリーズを購入して使われるっていう方はそうなるかなと思います。各種フィルターが用意されていますので、自分の好みに合ったものを買って取り付けることができます。で、2番目の方法は以前の iPhone13 Pro とか14 Pro 用のフィルターセットを持っている人が使える方法なんですけど、以前のフィルターとちょっと取り付け方法が今回は違いますので、以前のフィルターのこの引っ掛け部分を、これネジでついてるだけなんですけど、ねじ込まれてるだけなんで、そこのプレートを外して、今回のこのアダプターがあるんですけど、これにねじ込んで使えるようになります。以前のものをそのまま活かすことができるんで、かなり金額的にもね、節約になるんじゃないかなと思います。で、私も手元に VND の3から5とか6、7とかミスト、CP フィルター、それからブルーモルフィックとかありますので、これ全部後ろのプレート外して、今回のこのアダプターに使えるようにしてあります。で、3番目の方法は、この 67mm のフィルターアダプターを使う方法になります。これは名前の通り 67mm 系のフィルターであれば何でもここに取り付けて使うことができるようになっています。なので結構一般的なサイズなのでいろいろフィルター持っている方も多いと思うんですけど、それをそのままこのケースに取り付けて使えるようにすることができます。いちいち iPhone 用の専用のフィルターとかを買い揃えなくてもいいので、かなり金額的にも助かると思います。で、67mm のフィルターを持っていなくても、ステップアップリングなどを使えばもっと大きいフィルターも取り付けることができます。で、私はこれ以前紹介したポーラープロのヒーリックスマグロックフィルターというシリーズのフィルターなんですけど、これが手元にあるので、これを取り付けるための 67mm のアダプターも一緒にサンプルでいただきました。そうするとですね、このミラーレスカメラで使っているこの大きなフィルターをそのままこの iPhone のフィルターとしても使うことができるようになります。このフィルターむちゃくちゃ良くてですね、マグネットでカチッて止めて、あとはロックできるようなシステムになってるんですけど、詳しくは以前の動画見ていただければと思うんですが、例えばミラーレスカメラで普通に使っていたものをそのまんまiPhone に瞬時に付け替えて使うことができるようになります。かなり大きくて重くなることはなるんですけど、わざわざ別のフィルター買わなくてもこれがそのまま使えますし、いつも使うわけでもないので、実際使いたいなっていう時にちょっと使えればいいかなっていう程度なので、これで十分かなとも思います。という感じで、新しくフィルターを買い揃えるか、以前の13、14 Pro 用のフィルターを使うのか、もしくは自分の手持ちのミラーレスカメラなどで使っているフィルターをそのまま使うのかという3つの方法が用意されています。自分の予算とか用途とか使用頻度とかに合わせてね、選べばいいんじゃないかなと思います。で、今から実際にフィルターを使った映像をちょっとお見せしたいと思うんですが、使っている方はご存知だと思うんですけど、なんで ND フィルターがあるといいのかっていうのもちょっとお見せしたいと思います。じゃあこの映像と次のこの映像を見比べてどうでしょうか。何か違いがあるでしょうか。明るさ以外の違いなんですけど、左右に並べるとこんな感じになります。左はフィルターを使わずにそのままオートで撮った場合でシャッター速度が1000分の1秒になっています。で、右はフィルターをつけて48分の1秒にしてあります。24fps の倍の48分の1秒に設定してあります。そうするとちゃんと動いているものがモーションブラーがかかって動きが表現できていると思います。左はもう1000分の1秒なので完全に動いているものも停止してしまって、結果としてそれを動画にしてもパラパラ漫画みたいになって、スマホで撮ったんだなっていうような映像になってしまうと思います。で、今度は被写体が動いていて背景が流れていくような場合なんですけど、これはフィルター付きになっています。モーションブラーがかかっているのがわかると思います。で、今度の映像はフィルターなしでやはり1000分の1秒なんですけど、背景も完全に静止状態になってますよね。やっぱりパラパラ漫画チックになってしまいます。で、リアルタイムで並べてみるとこんな感じになります。で、今度後ろから撮ってるんですけど、後ろから撮ってもやっぱり被写体もそうですし、周りの景色もこれフィルターがないんで、これ全然ブレがないんですよね。で、次の映像は ND フィルターをつけて48分の1秒で撮影してるんですけど、やっぱり被写体とか周りも適度にブレがかかっていて、より自然な映像になってると思います。で、ちょうど噴水があったんで撮影してみたんですが、こっちはフィルターありだと思いますか、なしだと思いますか。こっちはですね、なしですね。
もうしぶきの一つ一つがもう本当に綺麗に映っちゃってるんですよね。こう全然こうモーションブラーがかかってないこうパラパラチックなのがね分かっていただけると思います。でこっちはフィルター付きなんですけど、水が非常に自然に、本当に人間の目で見るとこんな感じに見えてると思うんですけど、それがうまく表現できてるんじゃないかなと思います。で通常、動画を撮る場合にその露出の設定をする上で ISO 感度と F 値、絞りですよね。それとシャッター速度のこの3つを組み合わせて自分のこう求める表現みたいなのを出すと思うんですけど、スマートフォンの場合はもう絞りっていうのは固定になってるんですよね。でそうなってくると ISO 感度とシャッター速度しかいじれないんですけど、動画の場合は、フレームレートに対するシャッター速度もだいたいこう適正値っていうのがあるので、それもいじれなくなります。でしかも ISO 感度ももう日中で一番明るい状態なのですごい低くなってますので、それ以上こういじることができないんですよね。でそうなってくると、センサーに入る光の量を変えるにはもう ND フィルターっていうのが必須になってきます。ND フィルターで光の量を減らしてやることによって、暗くしてやることによって適切なシャッター速度で撮影することができるようになります。で ND フィルターも数値が固定のものと今回使っているような可変式のものがあるんですけど、屋外で撮影していると常に明るさっていうのは変わりますので、可変式の ND フィルターの方がより便利に使うことができます。で今回使っているのがその可変式の ND フィルターの3から5ストップというものになります。これが最初に私がお話ししていたスマートフォンの限界というか、普通のカメラと違って設定できる部分に限界がありますので、そこをこの ND フィルターを使うことによって補うことができるというお話でした。ちょっと長くなってしまったんですが、分かっていただけたでしょうか。ぶっちゃけなくても何の問題もないんですけど、せっかくね、こう iPhone15 シリーズになってログ撮影とかもできるようになってますし、かなり綺麗な映像が撮れますので、ここをこだわるだけでより自然な、よりいいカメラで撮ったかのような映像が撮れますので、よかったらね、皆さんも試してみてください。で、ND フィルターも、品質にかなりこう差があるので、あまり安いものだと色が変わってしまったりとか、画質が悪くなったりするものとかもあるんですけど、ポーラープロのは本当にプロも使用しているようなちゃんとしたカメラ用の ND フィルターとかと同じレンズが使われてますので、そういった心配はありません。でジンバルとの併用なんですが、今回インスタ360のフローっていうジンバルを使ってみたんですが、さすがにこの大きな方のフィルターは全く無理なんですけど、13、14用のフィルターをこれアダプターにつけて使用する限りでは問題なく使用することができました。ジンバルの種類にもよるとは思うんですが、結構普通にね、いけましたね。ちょっと時間がなくて試せなかったんですが、他にも、最近流行りのミストフィルターとか、光源に向けるとこう青い線が入るブルーモルフィックレンズとかもありますし、あと光の乱反射を抑えて色をより鮮やかにしたりとか、水面の反射などを抑える PL フィルターもあります。こういったものもお好みに合わせてね、揃えていけばいいんじゃないかなと思います。という感じで今回はポーラープロのライトチェイサープロ iPhone 15 Pro シリーズ用のものを試してみました。詳しい情報は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらをご覧になってください。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。